N ズ家庭菜園の中村です。今日はレイズドベッドの方を見ていきたいと思います。もう今日朝ね、家内がもうすでに収穫して帰ってしまって、私は交代で、ここにやってきました。私たちが今やっている、家庭菜園は無肥料、無農薬、自分たちで作った肥料だけをあげて、ほとんど肥料もあげてないんですけど、葉っぱの色がちょっと黄色くなってきたな、ちょっと栄養が足りないかなっていうような時にバナナジュースをあげるっていうような、栽培をしています。私たちが化学肥料をやめた理由はですね、例えてば化学肥料を食べることができますかっていう質問です。袋で売ってる化学肥料を店員さんにこれ食べることができますか？食べれませんよ。いや、食べれないものを食べ物に作るのはおかしいんじゃないですかっていうだけのことなんです。少量で栄養を与えるのはいいって言うんですよ。その少量の薬品が体に、溜まっていくかもしれない。そこが私たちは気にしているところなんですね。全く私たちも普通の野菜とかレストランとかそういうの行かないわけではありません。十分そういうところで食べてますし、普通の野菜も買ったりもします。今はほとんど買うことがなくなってきましたけど、だけど、化学肥料の害っていうのはどんなものなのかっていうのは私たちには分かりません。何年か、10年、20年経った後に、やっぱりこの化学肥料はダメだったって言われるよりも、実際に、自分たちの力で作ったものだけでやってたっていうのは、それなりにいいんじゃないかなと思うだけです。世の中は、窒素、リン酸カリ、そういうものを上げることによって成長するっていうのを学びます。私もいろいろ学びました。で、最初の頃は、そういう栄養素を上げることは大切だと思ってたんですけど、ある時、販売をしてる、店員さんに、これって口に、食べることができますか？その化学肥料ですね。窒素、リン酸カリが入っただけのものだから、ちょこっとでも味見できますかって聞いた時に、いや、これは食べない方がいいですよって言われたのが、一番のきっかけですね。食べない方がいいものに食べ物を使って食べ物を作るっていうのはあんまりよろしくないんじゃないかなっていうのが個人的な気持ちです。これは個人の見解ですので、皆さんがそれを真似しようと、どういうふうにしようという問題はありません。アメリカに住んでいた時にも、私たちは15年間アメリカに住んでいました。そしたらやっぱりね、化学肥料とかそういうのをあげなくって、堆肥だけで自分どこでね、コンポストで作ったものだけをあげるっていうことを言ってた人もいます。だけどコンポストで作る時にも、実際にはそういう薬品のついた、そういう野菜を入れないようにする。自分たちで作ったものだけをコンポストにするっていう徹底している人たちもいました。外国にはそういう徹底をして、する人が多いですよね。日本では、流されるように行っていくっていうことが多いと思いますけど、私たちは家内がアメリカ人ということもありますので、そういう食べていけないものを作りたくないっていう気持ちで行っています。これから、の季節暑くなってきますので、その辺を注意しながらやっていきたいと思います。今日はレイズドベッドの紹介ということで、レイズドベッドの今の様子を映していきます。私たちは3つのレイズドベッドでいろいろ育っています。これを第1番目のレイズドベッドって呼んでいるんですが、この第1番目のレイズドベッドでは、パセリがあったり、シソがあったり、そうですね。今、イチゴを育っています。どういうふうに育っているかっていうと、ここでわかるかな。こんな感じでポットで、置いてありまして、それが大きくなってきたら、こちら側を切るっていう形ですね。そうすることによって増やすことができるようにしていっています。
ところどころ小さなポットが置いてありますけど、この中でいちごを育っていますが、もういちごの収穫はだいたい終わりました。もうほとんどついてても虫に食われたものとかそういうのがメインですね。非常にいい、収穫でしたので、過去の動画を見てもらえれば感謝です。またここの第2番目のレイズドベッドではいろいろ野菜を育っていますが、今もうこんなような形でとう立ちしてしまってますね。これは20日大根ですね。すっごいね成長です。でもう小さいのはもう1杯食べてしまったんですけど、もうまんだ1杯出てくるもんですから、今度は種を取ろうかなと思って今花を咲かせて、このようにしています。もう茎でもこんな太くなるんですよね、20日大根って。びっくりしました。でこの中ではシソもありますし、このスイスチャードっていうのをいくつかありますね。まだ野菜はこれからも夏野菜とかいろいろここのとこで育っていきたいなと思っています。スイスチャードや、この20日大根が大きくなったっていう感じですね。これが第2番目のレイズドベッドです。で第3番目のレイズドベッドは、私たちは基本的にハーブ系のものを育っています。チャイブはあまりうまくいきませんでした。ですけどこちらのデールは、結構きれいにいってますね。デール、これがこんな感じで今成長してきています。ヒソップはうまくいかなかったですね。セージもうまくいかなかったですね。でここのところに見えるかな、あるのがレモンバームってありますね。レモンバームかなっていうぐらい今花がつき始めていろいろしていますけど、ちょっと匂いを嗅いでみればちょっとレモンバームじゃないような感じがしますけど、で香草セージっていうのがこのところで、ダイソーの香草セージですね。あとタイム、オレガノ、こういったようなものがこの第3番目のレイズドベッドでは順調にいっています。あえて穴がボコッと開いてるようなところは、収穫された後ですね。でこんな感じで、いろいろやってるんですけど、こんなに背が高くなるとは思っていなかったっていうのが実際のところですね。ですけど私たちはこのレイズドベッドだけで十分いろいろ簡単なものですけど食べることができています。で、いろんな食料に使うことができているから感謝です。このレイズドベッドも最初作った時は、廃材で作りました。パレットってね、運搬用のパレットを使いましてこの木枠を作り、無料でもらってきたもので自分たちで、切り刻んで、作ったっていうのが実際ですね。そして、ネットをしている理由はやはり、虫対策だけですね。虫をあんまり寄せ付けないようにしたいっていうことでネットはしました。ですけど今のところ私たちとしては十分いい成果が出ていると思いますので感謝いたします。今日のレイズドベッドの様子はこんな感じで終わりにいたします。